キューピー人形はどうしてキューピーというのか。キューピーは1909年にアメリカの婦人誌レディースホームジャーナルに初めて登場しました。女性作家のローズ・オニールさんが生みの親です。ローズ・オニール、キューピージャパン代表の北川和夫さんによりますと、ローマ神話の恋愛の神、キューピッドが原型だそうです。ただ、キューピッドが矢を放ち、当たらなかった人に悲劇が訪れるという話とは違って、キューピーはみんなに幸せを運ぶという考えなんです。4年後に早くも陶器製の人形が日本で作られ、続いてセルロイド人形も登場しました。イカの天ぷらを電子レンジで温めていたら、突然破裂してしまいました。これはどうしてなのでしょうか。電子レンジを製造しているシャープに聞きました。イカのように表面が膜で覆われているものは、加熱した際に膨張した内部の水蒸気などの逃げ場がなくなり、破裂することがあるそうです。イカだけではなく、たらこや卵、加工食品ならウインナーなども同じようになるそうです。そうならないためには、切れ目を入れたりして水蒸気などを逃がす道を作るのが良いそうです。インフルエンザのワクチン接種は病院によって料金が違うのはなぜだろうか。インフルエンザのワクチン接種は普通の病気のように保険診療ではなく自費負担となっているので、医療機関によって料金が違うんです。つまり、それぞれが自由に料金を決めて良いことになっているんです。逆に、医療機関がお互いに申し合わせてすべて同じ料金にするのは、独占禁止法違反になってしまうんです。公費負担のない予防接種や、その他の自費診療のもの、診断書料、生命保険の審査などは、すべてそれぞれの医療機関が自由に料金を決めています。患者にとっては、あらかじめ自分が受けるものが保険診療か自費診療かを確かめた上で、自費診療のものは料金をきちんと聞いておくことが大切と言えそうです。患者にとっては、あらかじめ自分が受けるものが保険診療か自費診療かを確かめた上で、自費診療のものは料金をきちんと聞いておくことが大切と言えそうです。カタツムリが新聞紙を食べたらどんな色の糞になるのか。哺乳類の糞がなぜ茶色っぽいかというと、これには胆汁が関係しているんです。胆汁は肝臓で作られる消化液です。この液体が肝臓を出発すると、一旦胆のうに蓄えられ、ここから小腸に送り込まれて、脂肪やカルシウム、ビタミン A や D などの消化を助けるんです。この時、食物は胆汁中のヘムという色素成分のせいで茶色く染まります。毎日トイレで見ている茶色のあの色です。だから、胆汁のない生物の糞は茶色の色とは限りません。カタツムリもそうで、消化液が色素を含まないために、食べたものとほとんど同じ色の糞をします。カタツムリが新聞紙を食べれば、紙の地色の白と印刷インクの黒い色、2色が混ざった糞をします。カラー印刷なら糞も
カラーになっちゃうんです。ただし、インクは食べれば健康を害しますから、面白がってやたらに与えるのは、カタツムリには迷惑な話です。古い卵はなぜ黄身がこんもりしないのか。新鮮な卵を割った時の黄身のこんもりと盛り上がった様は見るからに鮮度がいいし、箸でつまんでも崩れないほど弾力があって実に元気です。ところが卵が古くなるにつれて黄身は元気を失い盛り上がりが低くなってだらりとした感じになります。実はこれ浸透圧に関係があるのです。卵の白身というのはちょっと意外なことに繊維を多く含んでいるんです。しかし、この繊維たっぷりの濃厚卵白も古くなるにつれて繊維の組織が壊れていき、濃度が薄くなっていきます。すると、卵白の水分は濃度の濃い黄身の方へと少しずつ移っていってしまいます。こうして水分が入ってきたため、黄身がだらりと広がってしまうわけです。なお、古い卵を割った時によーく見てみると、だらしなく広がるのは黄身だけではないことがわかるはずです。組織が壊れて水っぽくなった白身もまた、当然、ずるりと大きく広がっています。なぜ水槽の金魚は口をパクパクさせるのか。水槽の酸素が少なくなったので空気中の酸素を吸っているというのは間違いです。金魚は肺呼吸ではないから空気は吸えません。この行為は鼻上げと言われる行動で、水をかき混ぜることによって空気中の酸素を水に取り込もうとしている行動なんです。金魚が水槽の上で口をパクパクさせていたら、水を変えるかポンプで酸素を送り込んでやらないと酸欠で死んでしまいます。飛行機で2席分必要な乗客は料金も2席分払うのか。飛行機の座席は基本的には標準的な体型を想定して設計されています。ところが力士やプロレスラーのような規格外に大柄な人が座席に座る際には通常の人が利用する座席では収まりきらず2人分または3人分の座席を確保することがあります。この場合は確保した座席全席分の運賃を取られることは少ないと言います。一般的には余分に取った席の半額を加算した例えば2席であれば 1.5 倍、3席なら2倍程度の運賃を支払うことになるそうなんです。日清食品と日清製粉。インスタントラーメンを生み出し、カップヌードルで有名なのが日清食品。そして麺の原料となる小麦粉の国内シェア4割を誇る日清製粉。一見すると同じ日清グループだと思われますが、両社に一切の資本関係や人材交流はなく、何の関係もない別企業なんです。しかし、就職活動で日清製粉さんの面接にやってきた学生がカップヌードルへの愛を熱心に語るという悲劇が今も後を絶たないと言われています。昆布が海の中で出汁が出ないのはなぜなのか。旨味成分であるグルタミン酸は昆布が死んで細胞膜が壊れないと外に
流れ出ないためなんです。ちなみに、取れる量は昆布と比べて少ないが、海苔でも昆布と同じように出汁を取ることができます。小祝農場の名は、創業者3人の頭文字だったんです。小祝農場といえば、1891年、明治24年に創業された日本最大の民間農場です。小祝という名は地名と思われがちですが、実は人名を組み合わせた造語なんです。鉄道の父とも称される鉄道庁長官の井上勝は、鉄道が普及し始めた明治半ば、東北に鉄道を敷設すべく、岩手の盛岡を訪れます。そして一面に広がる荒野を見たとき、鉄道事業で田畑を潰してきたことを悔い、そこに大農場を作ろうと決心します。日本鉄道副社長の小野義信に相談したところ、三菱社長の岩崎彌之助を紹介されました。井上の考えに感銘を受けた岩崎は、その場で出資を快諾します。井上が馬主となって農場が開設されました。農場は小野、岩崎、井上の3人の頭文字を取って小祝と名付けられたのです。トンネルの照明。高速道路などのトンネルを通るときに、トンネルの照明がところどころ消えているのを見かけるが、これはトンネルの外の明るさに合わせて調整するためで、できるだけ外と中の明るさの差をなくし、外に出たときに目がくらまないようにしてあるためなんです。パンダの食費。いつも笹を食べているイメージのあるパンダです。一見すると草食動物かと思いきや、その大腸も小腸も肉食動物のものと変わりはありません。それゆえに、上野動物園のパンダの場合は、毎日笹やリンゴなどの他にも馬肉を与えられています。ちなみにジャイアントパンダの1日の食費は1850円です。北極と南極、どっちが寒いのか。南極の年平均気温はマイナス60度ほどで、北極の平均気温はマイナス30度くらい。この違いは、南極には大陸があり、陸地は海の4分の1の比熱しかないためなんです。火災で消火に使った水道料金はどうなるのか。水道法によって水道事業者は公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができないと定められています。なので、水道料金は水道事業者が負担するということになるようです。ラムネのビー玉はどうやって蓋をしているのか。ラムネの原材料である酒石酸と重曹と砂糖を混ぜたものに水を加えると大量の二酸化炭素、炭酸が発生するので、すぐに瓶を逆さにすると、ビー玉がゴムのパッキンのところに押し込まれるようになっているんです。どうしてセブンイレブンの最後の N だけ小文字なのか。一番有力なものは、アメリカで商標登録するときに、数字の綴りを並べただけのセブンイレブンでは許可が下りなかったので、最後の N を小文字にして登録したらしいんです。当のセブンイレブンもロゴをデザインした人がすでにセブンイレブンにいないため、なぜ小文字なのかはわからないようです。魔法瓶の中はなぜ鏡なのか。
魔法瓶の中を覗くと鏡のようになっているのがわかりますが、これは鏡には光だけではなく、熱も反射するという性質を利用しているためなんです。公衆電話ボックスの鏡。公衆電話ボックスの電話機の上のあたりについている鏡は、通話中に身だしなみを整えるためにあるのではなく、後ろに並んだ人がいるときに知らせるために付けられているものなんです。NHK の受信料。電気店に並んでいるテレビは流通過程にある商品なので、何台あっても受信料は一切払わなくても良いですが、観光バスに備え付けてあるテレビは商用で使われているので、1台ごとに受信料を払っているんです。救急車が交通事故を起こしたらどうなるのか。交通事故が起きた場合は、原則として事故現場にとどまり、新しく救急車を呼んで患者を移し替えて運んでもらうことになります。ちなみに、患者を運んでいる最中に別の患者さんを見つけた場合は、無線で総合指令室に連絡を入れて、そのまま通り過ぎるのが原則です。ただ、あくまでも原則なので、その場の状況などでも左右されます。なぜ4月1日生まれは前の学年なのか。学年は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるが、民法では年を取るのは前の日の午後12時ということになっているため、4月1日生まれの人は前年度の3月31日に年を取ることになり、子女が満6歳に達した翌日以降における最初の学年の初めから小学校に行くという学校教育法の下では、4月1日生まれは前年度に割り振られることになっているんです。大劇場の天井の照明はどうやって変えているのか。ドーム球場や大劇場、映画館などは地上数メートルから数十メートルの高さに電球がついているが、こういう建物にはすべての電球を変えられるような天井裏があらかじめ作られているんです。徒歩5分。考慮しなくても良い決まりになっています。宿帳の目的とは、ホテルや旅館に宿泊した際に書かされる宿帳。その目的は、伝染病や食中毒などが起こったときに、追跡調査が簡単にできるようにするためなんです。山と海で遭難した時の費用。海で遭難した際の捜査は、海上保安庁等の公的機関が受け持つことになるので、基本的に無料です。一方、山の場合、地元警察や消防だけで捜索するのには限界があるため、経験豊富な山岳会や民間業者を雇うことになり、1日あたり100万円前後の費用を請求されることがあります。警察や自衛隊等のヘリコプターが使えず、民間のヘリをチャーターした場合は、さらに1時間あたり数十万円の費用がプラスされます。テレビ局の略称。日本テレビは NTV。NHK はそのまま NHK と呼ばれるのに対して、フジテレビの略称は CX が使われます。これはフジテレビよりも先に福島テレビが FTV を使用していたので使えず、代わりにコールサイン JOCX の
CX を使っているためなんです。宇宙服の値段。宇宙飛行士が宇宙空間で着用する生命維持装置を備えた宇宙服。現在国内には1着のみしか存在していませんが、その価格は12億円です。付属のスイッチは手鏡でしか見えないので、すべて左右逆の文字が書かれているんです。新製品のテスト販売が行われる件。大阪で流行ったものが東京では全く売れないということもある新製品。そのため企業はあらかじめテスト販売を静岡県で行います。この理由は静岡には山と川と海があり、気候の四季がはっきりしていて、全国平均に近く、あまり新製品に積極的ではないと言われる県民性のため、静岡で売れたものは全国で売れるという法則があるためなんです。一円玉に書かれた植物は架空の植物だった。現在使われている 100% アルミ製の一円玉が最初に発行されたのは1955年、昭和30年のことである。一円玉の表と裏のデザインは公募によって選ばれました。表には京都府の応募者が考案した若木が描かれていますが、50円玉の菊の花や100円玉の桜の花と異なり、どんな木であるかは特定されていません。伸びゆく日本の象徴として、あえて架空の植物が描かれているのです。毎日何気なく飲んでいる水道水。この水道水をそのまま飲めるのは当たり前のことじゃないんです。料理をするときや喉が渇いたときなど、日本では当たり前のように水道水が使われておりますが、蛇口をひねればいつでも清潔で安全な水が出てくる国は世界に数えるほどしかありません。国土交通省によると、生の水道水をそのまま飲める国は世界のたった9カ国、日本を含みます。そのまま飲めるものの注意が必要な国は21カ国だと言います。日本、ありがたい国なんです。子供のおもりをどうしてもゲームに頼ってしまう。YouTube を見せて子供のおもり代わりにしてしまう。アップルの創設者のスティーブ・ジョブズは子供に iPad の使用を制限していたんです。テクノロジーはうまく使えば役に立ちますが、使いすぎることで大きなリスクも発生する。その事実を最もよく理解していたのは、スティーブ・ジョブズやビル・ゲイツといった IT の先駆者たちだったんです。実際、ジョブズの10代の子供は iPad を使って良い時間を厳しく制限され、ゲイツは子供が14歳になるまでスマホを持たせなかったと言います。実際、10歳以下の子供がデバイス中毒になることは非常に多いことから、その使用には十分な注意が必要とされているんです。展示を終えたモデルハウスのその後を知っていますでしょうか。メーカーによって異なりますが、住宅展示場に建てられているモデルハウスは1年から3年ごとに建て替えられるものが多いと言います。そのため、工場で作られた部品を現場に持ってきて組み立てる
プレハブ工法の見物が多く、展示場から退く際は、一旦分解して次の展示場でそのまま建て直すのである。古くなったモデルハウスは公募して割引価格で抽選販売されるといいます。街頭募金は誰がやっても問題はないのか。駅前で募金活動をしている光景をよく目にする。こうした活動は誰でもできるのだろうか。募金活動自体には許可はいらないが、街頭で募金活動をする際には警察の許可が必要な場合がある。例えば東京都であれば、交通の頻繁な道路において寄付を募集し、もしくは署名を求め、または物を販売、もしくは交付することは許可対象だ。つまり、人通りの激しい道路での街頭募金では警察の許可が必要になるんです。こうした決まりは各都道府県で異なるため、募金活動をする際はあらかじめ条例を確認しておきましょう。検挙された人の半数は再犯します。刑法犯の検挙人数は2005年、平成17年以降減少傾向にあります。一方で、検挙人数に占める再犯者率は年々増加し、50% 近くに達しています。つまり、検挙される2人に1人が再犯をするのです。受刑者の高齢化も進んでいます。65歳以上が占める割合は約 11%、再犯者は約 70% に及んでいるんです。ぴよぴよ、括弧は横断歩道の方向も示しているんです。横断歩道を渡る際に聞こえてくるぴよぴよや括弧という音は、視覚障害者などが安全に横断歩道を渡るために設置された音響式信号機の音である。そして信号が青になっていることを知らせるだけではなく、音がする方向に向かえば横断歩道の向こう側にたどり着けるということを伝えているのです。日本視覚障害者団体連合によると、南北方向に渡る信号機が括弧、東西方向がぴよぴよの地域と、その逆にしている地域があるため、全国的に統一されることが期待されているそうなんです。地下鉄の車両前方にも扉が設けられているわけとは。地下鉄の車両の前面にある扉は、貫通扉と呼ばれる非常時の脱出用の扉なんです。地上を走る電車の場合は、非常時には側面の扉から脱出できますが、地下鉄は車両とトンネルとの隙間が狭いため、国土交通省が定める鉄道に関する技術上の基準を定める省令に基づいて扉の設置が義務付けられているんです。SNS を制限するとメンタルヘルスが改善するとは。Twitter や Instagram、Facebook などの SNS を使うと世界中の人とつながり、孤独から解放される。そう思っている人はいないだろうか。実は、やりすぎは逆効果のようなんです。アメリカのペンシルベニア大学の研究によると、SNS の利用時間を30分に制限すると、メンタルヘルスが大きく改善し、特に友達や高校時代の知り合いの写真を見る時間を減らすと、気分の落ち込みや
孤独感が減ると言います。布団を干すときはパンパン叩かない方がいい。晴れた日に布団を天日干ししても布団に生息するダニはほとんど死なない。布団叩きでパンパンと叩いてもダニがいなくなるどころか死骸が粉砕されて人が吸い込みやすくなってしまうだけなんです。布団のダニを取り除きたいなら干した後に掃除機をかけて吸い取るのがベターなやり方なんです。日本の人口はいずれ2000人にまで激減？日本は人口減少時代に突入していますが、近年国立社会保障人口問題研究所から衝撃的な数値が公表されました。日本の総人口は2053年に1億人を割ると、その後も減少が続き、西暦3000年にはなんとわずか2000人にまで激減するというのです。この数値はあくまで一定の条件下における卓上の計算ですが、日本人が絶滅危惧種となる可能性は決して否定できないそうなんです。洗面台下の排水管が S 字型になっている謎とは。洗面台の下にある S 字に曲がった排水管はトラップと呼ばれます。大事なものを落としてしまった場合、ここに引っかかることで取り戻せますが、もちろんそのための仕組みではないんです。S 字部分に水を溜めることで害虫やネズミ、そして臭気が侵入するのを防いでいるんです。水洗トイレの便器にも常に水が一定に溜まっていますが、これも同じ原理なんです。外部から害虫やネズミが侵入するのを防ぐだけではなく、排泄物の匂いの拡散を防いでいるんです。インターネットで知り合ったカップルは幸福度が高い。アメリカシカゴ大学が2005年から2012年に結婚した2万人を対象に実施した研究によると、インターネット上で知り合ったカップルはバーやクラブ、または友達を介した出会いより別れる確率が 25% も低く、結婚後も幸福度が高い傾向にあるといいます。ネットの出会いなんてと思われがちですが、意外とうまくいくことが多いんです。フライパンを冷やすときのジュは悲鳴です。コンロから下ろした直後の熱々のフッ素樹脂加工フライパンを水洗いすると汚れが落ちやすいと思われがちですが、大きな間違いです。実はこの時に聞こえるジュッという音はフライパンの悲鳴です。調理直後のフライパンを水で急激に冷やすと表面の加工が剥がれやすくなり、その結果寿命を縮めてしまうことにつながってしまいます。火から下ろして2分ほど冷ましてからスポンジと中性洗剤で優しく洗うのが正しいお手入れ方法なのです。使わなくなったお札はリサイクルされるんです。日本のお札、日本銀行券の平均寿命は1万円札で4、5年程度です。使用頻度が高い5000円札と1000円札は1、2年程度しか持ちません。破れたり汚れたりなどして、これ以上の流通に適さなくなったお札は復元できないサイズまで細かく裁断されます。この時に発生した裁断くずのうち約6割はトイレットペーパーなどに
リサイクルされ、それ以外は一般廃棄物として焼却処分されるといいます。無期懲役は刑務所から出られる、出られない。死刑に次ぐ最も重い刑は無期懲役だが、日本には終身刑がないため、刑務所から永久に出られないわけではないんです。そもそも無期とは、刑の期間が決まっていないという意味で、平均では19年4ヶ月で出所しています。一方、有期の最高は15年ですが、複数の罪を犯した場合、最長で20年に延びるため、有期刑の懲役の方が長くなることもあるんです。死刑は一年中いつでも執行できるわけではないんです。日本では死刑が確定した場合、確定した日から6ヶ月以内に法務大臣の命により死刑を執行しなければならないとされています。しかし、実際には1年以内に執行されるのは稀で、ほとんどは数年から10年程度経って執行されます。では、死刑は一年中いつでも執行できるのか。実は、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始は執行されないことになっています。梨狩りの苦情から生まれたスーパーのレジ袋。ポリエチレン製のレジ袋が登場したのは昭和40年代前半。ただし当時は現在のような取っ手のついたレジ袋ではなかったんです。取っ手付きレジ袋が生まれたきっかけは梨狩りだったんです。当時梨狩りに使われていた竹で編んだカゴは女性客のストッキングが引っかかることが多く不人気でした。そこで透明なポリエチレンの袋に取っ手をつけて持ちやすくし、カゴの代わりに使ったところ大評判となりました。この袋を開発したメーカーは1972年、昭和47年に特許を取得。レジ袋として関西のスーパーに採用されると、それを皮切りに瞬く間に全国へと広まっていったそうです。ジーンズのあの青い色は蛇を追い払う色なのか。世界初のジーンズは1850年代、仕立て屋として働いていたリーバイ・ストラウスによってゴールドラッシュに沸くアメリカのカリフォルニア州で作られました。ストラウスは当時の労働者が履いていたゴワゴワとした生地で作られたズボンをインディゴを使って泥の汚れが目立たない青に染色して販売します。インド産の青色の染料であるインディゴには防虫効果に加えて鉱石を取って働く人たちにとって最大の恐怖だったガラガラヘビを追い払う効果があると信じられていました。そのため、このブルージーンズは大評判になったのです。ティッシュペーパーをなぜトイレに流してはいけないのか。ティッシュペーパーとトイレットペーパーはパルプの溶解から乾燥までほぼ同じ条件で製造されていますが、ティッシュペーパーは水を含んでも繊維がほぐれにくく、トイレットペーパーは水にほぐれやすい。その理由は、ティッシュペーパーには湿潤視力増強剤を配合することで耐水強度が高められているのに対し、トイレットペーパーの方にはのり粉を配合することでほぐれやすくしてあるからなんです。トイレの詰まりを避けるためにも、それぞれ用途に応じて使うことが
望ましいと言えます。ツバメの巣を勝手に撤去すると捕まってしまうんです。毎年4月から7月頃、建物の軒下などにツバメが巣を作る姿をよく見かけますが、この巣の取り扱いには注意が必要なんです。野鳥であるツバメは、鳥獣の保護及び管理並びに飼料の適正化に関する法律で守られているんです。そのため、都道府県知事の許可なく、卵のある巣やヒナのいる巣を壊すことは違法となり、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられてしまいます。ただし、巣立ち後の巣に関しては、撤去しても問題ない都道府県が多いようです。閉めたはずの鍵が。私のお店は防犯対策でドアに鍵が2つついています。ある日の朝、出勤すると鍵が1つ開いていました。店長に、昨日の夜お店に来ましたと聞くと、来てないよとの返事が、私の閉め忘れかなと不思議に思っていました。そして次の日、いつも以上に閉め忘れがないかを確認してお店を出た私。しかし途中でふと鍵のことが気になり、もう一度お店に戻ってみることにしました。するとちゃんと閉めたはずの鍵が一つ開いているのです。店内に入っても誰もおらず、変わった様子はありませんでした。その出来事を店長に相談し、さらに防犯を強化するため監視カメラを設置。その翌日も鍵が一つ開いていたので、早速監視カメラの映像をチェックしました。するとそこには誰もいないのに、鍵だけが勝手に開く瞬間が映っていたんです。店長と二人で幽霊だと大騒ぎになりました。この映像を見てから鍵が一つ開いているという現象は起きていないのですが、あれは本当に幽霊だったのでしょうか。同じ30度でも気温だと暑く、風呂の湯は冷たいのはなぜなのか。水は熱伝導率が高いので、30度のお湯に入ると体表面の温度はどんどん奪われて30度近くになります。体温より6度も低いので、この状態は冷たく感じる。これに対して空気はセーターなどが保温性のいいことでわかるように体温を逃しません。だから気温が30度でも体の表面温度は36度に保たれます。その上、気温がいつもより高いので暑く感じるのである。5歳で出産した史上最年少のママ。1933年にペルーのティクラポで生まれたリナ・ベディナちゃんは、人形遊びが大好きなごく普通の女の子だった。しかしある日を境に彼女の人生は急展開してしまう。その日、彼女の両親は5歳の娘の腹が異様なくらいせり出していることに気づいた。大きな腫瘍でもできてしまったのではと大急ぎで病院へ担ぎ込んだはいいが、医者から告げられた言葉に仰天してしまう。なんと腹の出っ張りは腫瘍ではなく妊娠7ヶ月というのだ。主治医となったジェラート・ロザーダ医師はリナちゃんを首都リマの病院へ救急搬送。24時間体制で
彼女を看護することになります。そして迎えた1939年5月14日、5歳と7ヶ月の幼女は帝王切開により男の子を出産します。こうして医学史上世界一若い母親が誕生します。男の子は 2700g のごく標準的なベビーで、名前はロザータ医師にちなみジェラードと名付けられました。母子ともに健康で数日で退院したといいます。このニュースは当時医学雑誌にも発表され、医学界を震撼させます。そこにはリナちゃんは生後8ヶ月で初潮を迎え、2歳半で生殖器官の発達を、4歳で陰毛と乳房の発達を完了したことなどが記述されています。5歳になる頃には腰回りも堂々としたものとなり、服の外からでも大人びたボディラインがわかるようになっていたといいます。これは性早熟症と呼ばれるもので、帝王切開の際、これら生殖器官機能が十分に成熟していることを確認できたそうなんです。また、この世界一幼い出産について真意を問う声も多かったんですが、胎児の X 線写真やホルモン検査などを根拠に事実であることが確認されています。生前を記憶する少年。2015年3月、アメリカのテレビ番組で前世の記憶を持つという少年が取り上げられました。自分は生まれる前、ハリウッドに住む別の人間だったと母親に語る少年。その心に宿る前世の記憶とは。2011年、アメリカ・オクラハマ州マスコギー。この町に住む少年ライアンが4歳の頃、奇妙な言動が始まった。行ったことのないハリウッドに戻りたいと言ったり、40年も前にヒットし、現在はほとんど流通していない飲み物を飲みたいと言い出したり、母親がなぜそんなことを言っているのかと聞くと、ライアンは自分は昔ハリウッドで俳優をしていたという信じられない告白をしました。そしてある古い映画の写真を見て、これが昔の自分だと言いました。ライアンが指をさしたのは大勢のエキストラのうちの一人、マーティ・マーティンという男なんです。心配になった母親は医学博士で前世の記憶を持つ人を10年以上研究しているジム・タッカー医師のもとを訪ねます。そしてライアンの記憶とエキストラの男の情報が一致するのかテストを行いました。するとライアンはエキストラの男の妻だった女性を言い当てるなど、ライアンの前世に関する記憶はマーティ・マーティンのプロフィールとことごとく一致したのです。親がライアンに教えたと疑う人もいましたが、マーティンの情報はインターネットにもありませんでした。4歳の子供が外部から知り得ることはありえなかったんです。また、前世を記憶するライアンの証言をさらに驚かせたことがありました。ライアンは前世の自分について61歳まで生きていたと証言していましたが、死亡証明書には59歳と示されていました。これでライアンの証言は怪しいと一時はなったのですが、実は出生届を調査したところ、2年早く生まれていることが判明します。ライアンの証言の方が正しかったのです。世にも不思議な生前の記憶。しかし、現在10歳のライアンは、マーティンに関する記憶の多くを失っていると言います。飛行機での
奇妙な出来事。2007年、インドからイギリスへ向かう国際線の機内でのことです。ファーストクラスのゆったりとしたシートでぐっすり眠っていた一人のビジネスマンがいました。ふと目覚めると隣の席に一人の女性が。確かさっきまでは空席だったはずですが、少し不思議に思います。そんなことを考えていたとき、突然飛行機の機体が揺れ始めました。機内のアナウンスによると、気流の悪いところを通過中のことです。シートベルトを締めるようにと指示がありました。ところが、その女性はシートベルトを締めようとはしないんです。ビジネスマンの男性がその女性を不思議そうに見ていると、ある衝撃的な事実に気がつきます。なんとこの女性は死んでいたんです。実はこの数時間前、エコノミークラスで急病人が発生します。医師の手当ても虚しく、女性は息を引き取ってしまいます。機長はそのままロンドンに向かうという選択をしたので、遺体はファーストクラスの空いている席に運ばれていたのでした。男性が居眠りをしている間に、隣に遺体を置かれてしまったというわけなんです。男性はそれに気づかず、驚いてしまった。まさに心臓が止まるような衝撃ニュースなんです。一度使った弾丸は再利用できるのか。戦争ではたくさんの弾薬が使われますが、もちろんその製造には大きなコストがかかっています。となれば、発射した弾丸を拾い集め、再利用したいと思う人もいるかもしれない。しかし、弾丸を丸ごと再利用はできない。発射された後は激しく変形してしまうからで、もう一度撃てたとしても、命中精度が著しく低くなります。ただし、薬莢部分は再利用が可能なんです。弾薬を大雑把に区分分けすると、銃から発射されて飛んでいく部分が弾橋、弾丸で火薬を詰めた部分が薬莢なんです。この二つを合わせて弾薬と呼びますが、薬莢は真鍮や軟鋼でできており、撃った場所の近くに落下します。これを拾ってクリーニングし、薬莢を詰め直し、火薬に点火する雷管を交換します。その上で新しい弾薬をはめ込めば、もう一度使うことができるんです。機関銃はどれくらい連続で撃てるのか。現在も使われているような連射式の機関銃を開発したのは1884年、明治17年、アメリカの電気技師ハイラム・マキシムだったんです。連射のための自動装填機構には、発射の際の反動を利用し、連射すると重心が過熱するという問題には水冷式とすることで対応します。引き金を引くだけで1分間に500発の弾丸が発射できるようになったんです。これはマキシム自身がライフル100丁分というほどの威力を持っていたが、重量が重くかさばるために扱いにくかったんです。また連射を行うにはコンスタントに水を補給する必要もあった。現代の機関銃は100発単位で弾薬がつながった弾薬ベルトを使います。これは200発300発とつなぐことが可能で、理論上は相当の時間にわたって撃ち続けることができる。また空冷式でかつ簡単に
重心を取り替えられるようになっているため、重心が過熱する問題も軽減されました。歩兵は複数の重心を携帯しており、500発程度撃ったところで重心を取り替える。これで1時間程度は連続射撃ができるようになったんです。最強の恐竜は何なのか。最強の恐竜といえばティラノサウルスではないのか。ティラノサウルスとアルゼンチノサウルス、どちらが強いのか。肉食恐竜最強はティラノサウルスかもしれませんが、アルゼンチノサウルスには1対1では到底かなわないと思われます。アルゼンチノサウルスですが、体格差がありすぎるんです。ティラノサウルスは最大級で9000キロ程度ですが、アルゼンチノサウルスは10万キログラムにもなります。数値にして9万9000キロもの体重差があるんです。トリケラトプスのような強力な角などは持ちませんが、その超絶巨体が最強の武器となります。ライオンがアフリカゾウにかなわないように、ティラノサウルスも1対1ではアルゼンチノサウルスには到底かなわないでしょう。どちらも白亜紀に存在した恐竜ですが、時代が全く違うんです。この勝負、幻と言えるでしょう。怒ったピューマにハイキング中の男性が6分間も追いかけ回され、もう終わりかと思ったと言いました。アメリカユタ州でハイキング中の男性が約6分間にわたってピューマに追跡されるという恐怖の体験をしました。追跡されたカイル・バージェスさんは、もう終わりかと思いましたとインスタグラムに投稿しています。バージェスさんは10月10日の夕方5時頃、ユタ州プロボに近いスレートキャニオン公園でハイキングをしていたところ、ピューマの子供に遭遇します。最初はボブキャットかと思いましたが、それはピューマの子供でした。近くにいた母親ピューマは子供に何をされるかと思い、怒ったピューマは男性めがけて6分間も猛追撃をしてきました。男性は危機一髪でしたが、無事に助かることができたんです。人類史上最悪の殺人鬼、300人以上を殺した殺人鬼の正体とは。タイの首都バンコクに暮らす40歳のアピチャイ・ウォン・ウィシュとは、親から相続した莫大な遺産で悠々自適な生活を送っていた。警察はアピチャイの自宅を捜索します。アピチャイの自宅敷地内にある池にダイバーが潜ると、ダンベルをくくりつけて水中に沈められたワイリーンの遺体が発見された。遺体の損傷は激しかったが、彼女が背中に入れていた大きな魚の入れ墨で特定することができた。ところがこれで事件解決とはいかなかった。なんとワイリーンが沈められていた池の底から次々と人間の骨が発見されてしまったのです。なんと大量の遺骨は推定で298人。それ以上かもしれない。親の遺産で贅沢な暮らしを送っていた男の正体は、未解決事件を量産していた最悪の連続殺人鬼だったのです。地元警察の所長によれば、アピチャイに関係した複数の女性が失踪していることが分かっています。被害者の大部分は若い女性だろうとのことです。連続殺人鬼アピチャイは、自宅敷地内の池の中に大量の肉食魚アリゲーターガーを放し飼いにしていて、自分が殺害した被害者の遺体を食わせていたと見られています。現在回収された大量の遺骨は、法医学の専門家が検証を始めたところだが、被害者の数がどれだけ増えるかは未知数なのです。
こんな最悪の息子に遺産を残したのは実業家だった父チャラーム。この父親も1983年に当時15歳の少女を殺害した罪で逮捕され、裁判の結果、死刑判決からの銃殺刑でこの世を去っております。卵を買って食べるだけで報酬がもらえるとは、夢のような儲け話を持ち上げ、全国で1万1000人から3億円を吸い上げてきた会員システム、みんなの卵クラブが警視庁に摘発されました。老後の資産拡大や新型コロナ禍の支援などと甘い言葉を並べ、適当な計算式を示し、確実な利益を謳っていたが、実際は紹介されて加入した会員がさらに2人以上を勧誘して引き入れないと破綻するネズミ講だった。ちょっと考えれば騙されていると分かったのに、会員らの後悔は尽きない。ツングースカ大爆発とは、1908年6月30日、ロシアのツングースカ川上流にて火の玉のようなものが降ってきて、それが空中爆発しました。辺り一面の森は吹き飛び、なんと2150平方キロメートルの範囲にわたって木々がなぎ倒されました。この爆発後に調査した結果、空中で爆発したものの正体は最大で直径70メートルもあったようで、現場から約100キロメートルも離れた場所からキノコ雲が目撃されています。また、地球上にはほとんど存在していない元素のイリジウムが大量に検出されたことから、隕石の大爆発と言われました。リジー・ボーデン事件とは、1892年にアメリカ・マサチューセッツで起きた殺人事件です。この事件はリジー・ボーデンという女性の実の父と義理の母親が斧によって殺害されたもので、リジー・ボーデンは後にこの事件の容疑者として逮捕されます。ですが、この事件はその後の裁判で無罪となっていて、冤罪としてリジー・ボーデンの事件は今も語り継がれています。ちなみに真犯人は未だに見つかっていません。1892年8月4日、リジー・ボーデンの実の父と義理の母が自宅で亡くなっているのが見つかりました。事件当時、リジー・ボーデンはメイドの女性と一緒に自宅にいて、実の父が銀行から帰ってきた30分後に死んでいるところを発見したそうです。殺害には斧が使われていて、当時自宅にいたリジー・ボーデンは実の父と義理の母と仲が悪かったことから、殺人の容疑で逮捕されることになりました。